皆さんこんにちは。吉岡由紀子です。今日は私の叔父であり人生の師である西野流呼吸法の創始者西野幸三先生の数ある書籍の中から誰もが勇気づけられ生きる力が湧き出てくる西野先生の言葉を特集してまいります。西野流呼吸法とは、西野先生が生命のエネルギーの根底にある真理を求め、研鑽を積み、医学、バレエ、武道の研究の集大成として作り上げたメソッドです。このメソッドを行うことで、誰もが自分自身で気を培い、その気を人とのノンバーバルコミュニケーションによってさらに高めることができるメソッドです。今回も促進呼吸を行う時間を設けました。どうぞご一緒に行ってみてください。細胞レベルで中からリフレッシュしていきますよ。それでは最後までご一緒にご覧ください。多大な功績を残してくださった西野先生へ、心からの感謝を込めて。運とは何か。人間というのはいくら努力しても願っていることや思いが叶う人と叶わない人がいます。誰でも自分なりに努力をするのですが、ほとんど思い通りにいかないものです。ところが不思議なことに、時として努力の結果が2倍、3倍になることもあります。一言で言えば、それは運によって違ってくるのです。運とはそこに働いている努力以外の別の大きな力ということです。人生で成功した人は意識するしないにかかわらず、その大きな力のことを知っています。そして年とともにその大きな力の存在を確信するようになります。例えば若い頃は理想や目標が思い通りに叶うと、そのほとんどを自分の才能と努力の結果と思いたがります。しかし、ある程度年を取り、人生経験を重ねていくと、成功したほとんどの人が、私は運が良かった。運のおかげで成功できた。と語ります。では、その運という大きな力は何なのでしょう。運とは、個人に関して言えば、その人の運命のことです。運命は命を運ぶと書きます。ですから、運のいい人というのは、命の運び方、つまり命を導く大きな力の流れに乗る、運ばれるのが上手な人だと言えます。命というのは生命エネルギーですから、命を上手に運ぶには、その生命エネルギーを高め、増大させることが大事です。生命エネルギーのレベルが高まれば、それだけ命を運ぶ大きな力との交流が深まるからです。その命を上手に運ぶための生命エネルギー習得の具体的なメソッドが西野流呼吸法なのです。潜在能力を引き出す方法。自分の潜在能力を引き出したかったら、とことん自分を大切にし、可愛がらなければならない。自分を愛さなければならない。もちろん、頭で考えて自分を愛したつもりになっても仕方がない。私の言う自分を愛するというのは、精神的に自分を愛することではない。頭脳のレベルで愛そうとすると、どうしても自己保身に傾きやすい。それは守りの姿勢であり、変化を嫌う心だ。これでは新しい能力が開花できるわけはない。自分を本当に愛するには、あくまでも身体レベルでフィジカルに自分を愛することが必要だ。身体に活力を吹き込み、もっともっと動き回れるように、身体が自然に働けるようにしてやることだ。そこで重要になってくるのが、原動力としてのエネルギーである。つまり、呼吸と食べ物である。
本質を見ることは見えないものを見ること。人間の体は細胞レベルで小宇宙を抱えていて、銀河系のようにエネルギーに満ち溢れたものが脈動しています。止まっているのではなく、常に脈動しているのです。その脈動しているものが集まって細胞になり、細胞が集まって人体を作っているわけで、常に個と全体が重なってきます。細胞を個とすれば、体が全体にあたります。その細胞と体をつなぐものが生命エネルギーです。細胞と細胞とはやはりキャッチボールのようにコミュニケーションを行っています。あらゆる情報に対応して生きるために適切な応答を行い、必要な成分をどんどん生み出し、また細胞の外に信号を送っています。ですから、個と個というのは個別に成立しているものではなく、コミュニケーションし、脈動しているものであり、個であって個ではないということができるでしょう。個ではないからこそ時空を超えた不思議な現象が起こるのです。何かを起こすためには言葉のコミュニケーションや相手に直に通じる動作やメカニズムがないと起こらないという考えが私たちの動向を左右していますが、そういうものがなくても響き合うものがあるのです。これが本質と言えます。見えないものが見えてくるということが本質に近づくことなのです。私たちがうっかり見逃しているのは、体から出て人間相互に影響し合う生命エネルギーです。しかし、細胞の中の目に見えないほど小さなミトコンドリアがせっせと生命エネルギーを作り出していると知っていれば、この本質を見逃さずに済むことでしょう。見えないものを見る、聞こえないものを聞く、それが本質を捉える道なのです。若々しく生きるために、いつまでも若々しく生きようとするには、生きていること自体が快感で楽しいという、例えば幼児のようなエネルギーあふれる体を作ることです。幼児は何も計算することなく、ただ動くことを楽しんでいます。体が動かずにはいられないのです。促進呼吸をマスターすれば、年配の方でも幼児のようにパワフルなエネルギーを身につけることができます。エネルギーが高まれば、何に対してでも積極的に対応できるようになり、行動そのものも若々しくなってきます。そしてもう一つ大切なことは、そのエネルギーを何に対してでも出し惜しみすることなく使うことです。エネルギーには循環の原理があり、呼吸と同様に出せば出した分だけ必ず戻ってくるのです。何かを身につけるには、枝葉に惑わされず幹をつかむ。人は大体の場合、自分にとって初めての領域に挑戦するとき、目標を達成するまでの猶予期間を決めるものです。しかし、近いうちにとか、今月中くらいにといったように考えると、その目標はいつまで経っても達成できないものです。たった今、現在、生きていることこそが、私たちにとって唯一確かなことであり、それ以外に真実と呼べるものはないのですから、今できないことは永遠にできないことにつながります。自分という存在をよく理解し、また微細な部分まで把握するということは、すなわち自らの気を捉えることです。それは呼吸法を鍛錬することによって誰にでも容易にできるようになります。大切なのは、身につけるべき何かを前にして、枝葉に目を惑わされず本質である幹を把握できるかどうかです。物事を身につけたり、能率を上げたりするときには集中力が必要だとよく言われます。しかし、身体性を追求して多様な種類の練磨を重ねてきた私には、集中というのは人間の持つ能力を限定してしまうことだと思われます。
一点に凝縮し集中しているエネルギーというのは、特定の状況では強みを発揮しますが、状況そのものは時々刻々変化するのが常です。集中力を重視しすぎる人は、残念ながら変化に素早く対応し、即座に最適な判断を下すことができません。短期間で上達する人と、10年かかっても身につかないで悩む人との差は、才能の差によるものではなく、プライオリティ、優先順位のつけ方の違いと、エネルギーを注ぐべき対象の違いによるものです。つまり、一旦身につけてしまえば一生を通じて役立たせることのできる本質的なものと、その場では必要だが局面が変わると意味がなくなってしまう当座のテクニックとがあるとすれば、どちらに力を注ぐのかを見極めることこそが最も重要だということです。個性は自らが築いた土台の上に。人間の持っている本当の個性とは、人よりどれだけ上手にできるというようなレベルのことではなく、その人にしかできないことができるかどうかということにかかってくるのです。したがって本当の個性とは、単に生まれつきの才能云々で決められることではありません。長い年月、人生をかけて一つのことに挑戦し、初めて達成されるものなのです。人間が何かを学び、何かを達成しようとするとき、現代人が忘れかけている極めて大切なことが2つあります。1つは動くということです。動くことの重要さは、生物の進化の歴史をたどってみれば一目瞭然です。すべての生命は自ら動くことによって進化をしていったのです。進化は誰からも与えられたものではありません。人間の知的営みも同じです。知性もまた、動くこと、逆境に飛び込むということによって培われていくのです。もう一つは、快適な環境からは何も生まれないということです。何かを学ぶとき、他人や社会が与えてくれるお膳立てを頼らないということです。与えられた環境に安住するのではなく、自ら環境を作り出すことによって、知らず知らずのうちに自らが動ける範囲が拡大されていくのです。自らが築いた土台の上にこそ、本当に自分に有益な、また創造的なものを構築することができるのです。天才の直感。現代人は頭脳中心主義で物事を考えるために、目や耳、鼻や舌といった感覚器官をただの道具だと思って軽視してきた。なるほど、カメラのレンズなら同じ風景を写せば、いつでも同じような写真ができるはずだ。だが人間の目は道具ではない。だから人によって全く違う風景画が描かれることになる。ここが機械のメカニカルなシステムと人間の有機体のシステムとの決定的な違いなのである。しかし大半の人は感覚器官を道具だと勘違いして頭脳に頼ってしまう。ところが天才は五感の重要性を直感的に知ってそれを徹底的に磨く。そうやっていくうちに視覚や聴覚そのものが頭脳の判断を待つことなく独立した判断能力を持つようになっていくのだ。そうすると頭脳だけで考えていたのでは到底思いつかなかったような発想がどんどん生まれてくるのである。体の各部分が判断した血が有機的につながり合って飛躍的なアイデアが誕生する。これがいわゆる天才の直感の正体だろう。優れた発明、発見の歴史を検討してみると、机の前で頭を絞って作り出されたものは一つもない。みんな体がリラックスしている状態の時に生まれたものばかりである。結局、頭脳が混ざっているうちは、クリエイティブなものは作り出せない。
リラックスして体の各部分が生き生きとしているときに、素晴らしい天才の直感は生まれ出るのである。私はこのような知を身体知と呼んでいる。頭だけで考えたものは頭脳知に過ぎない。インスピレーションや直感というのは極めてフィジカルな身体知なのだ。私の人生論。何かを楽しめるようになるには、まずそれについて知ることから始めなければいけない。その世界での基本を学び、普遍性を身につけるということだ。しかし、知るというのは知的行為である。頭脳に頼りすぎているから、規制の枠組みからはなかなか抜け出せない。基本的な知識や情報を知って、その分野が自分に向いていることが分かってくると、今度はそれが好きになる。すると、体から楽しさを求めるようになる。好きの段階では、対象と自分との間に距離がある。たまに困難に直面すると、逆に嫌いになったりもする。好きというだけでは、まだ頭で考えることに振り回される危険性があるということだ。ところが、好きという段階を突き抜けると、楽しいというところに到達する。楽しくなれば本物だ。好きだった時は途中で疲れることもあるが、楽しくなれば朝から晩までなすべきことに没頭していても疲れない。あるいは疲れたという精神的負担が生じないのだ。対象と自分とが完全に一体になるからだ。一般には好きも楽しいも大差はないように思われているかもしれない。確かに好きは楽しいに近づきつつある状態だとは言える。ただそこにはまだ苦しさが伴っている。楽しいというのは人間にとってどこにも無理のない文字通りこの上なく楽な状態のことだ。この楽を本当に体で捉えることが私の人生論の極意である。瞬間をつかむことが永遠を捉えることだと私はことあるごとに言ってきた。世の中に永遠はない。常識も芸術もすべては時代や環境によって変化する幻だ。だが楽しむということだけは真実である。呼吸法を行うと何をしていても楽しいという体ができる。つまり生きていること自体が楽しいのだという実感がつかめる。さらにその真髄を得ると体を瞬時の楽観がよぎる。そして瞬時の楽観とはすなわち永遠の楽観のことである。最後は永遠すなわち楽観となるのである。それではここで促進呼吸を行ってみましょう。天真爛漫な子供が無心に天に遊ぶようにのびのびと行っていくのが天遊です。それでは足を肩幅にして、ではまず天遊を行っていきます。腰膝緩めてゆったりと、いつでも温泉にファッと使っているような状態。はい、上体を前に倒しながら口から細く長く息を吐いて、はい、腰膝緩めて足の裏の側心、はい、この足の裏からエネルギーを吸い上げます。鼻から吸って大きな気兼ねから水を吸い上げるようにゆったりと膝、もも、丹田、肛門に気持ちを置いたまま背骨の中を吸い上げます。息継ぎをしながらで結構ですから無理のないように首、頭、はい、役へ軽く息を止めて顔の前面通して丹田に下ろします。手を開いて
口から吐きます。口から細く長く息を吐いて、両手で空気をしていくようにしながら腰膝緩めて上体を前に、足の中を通して足の裏の側心、はい、この足の裏からエネルギーを吸い上げます。鼻からゆったりと大きな気金から水を吸い上げるように、すね、膝、もも、吸い上げる経路を手で導くように、丹田、肛門に気持ちを置いたまま背骨の中を吸い上げます。脊髄に沿ってゆるゆると吸い上げていきます。首、頭、はい、逆へ軽く止めて前面通して丹田に下ろす。手を開く。口から吐きます。細く長くゆったりと内臓を緩めて上体を前に倒して、足の中を通して足の裏の側心、はい、側心、はい、いかがでしたか？ゆっこの西の流呼吸法チャンネルでは、側心呼吸の詳細、大気の実践、西野先生がこのメソッドを創始するに至った経緯なども公開しています。そして、これからも随時様々な動画を作成していきますので、いいねボタンとチャンネル登録をして、ぜひチェックしてみてくださいね。誰もが勇気づけられる西野先生の言葉、後半に移ります。真実の幹と幻想の花。自分は一体何者なのかと考えたときに、確たる答えを出せる人はまずいないでしょう。誰にも分かっていないのです。ただ一つ明確に言えることは、今生きているということ。これだけが唯一の真実です。生きて呼吸している自分以外は、すべて幻想のあやなす世界です。幻想の世界で得たもの、会社の役職、肩書き、財産、地位、名誉などは、棺桶に入ったとき、何一つ持っていけません。生きているからこそ、幻想の花を咲かせることができるのです。自分が生きていることがすべてなのです。あとは生に伴った様々な夢なのです。つまり唯一自分が全部世界で全部が唯一なのです。すなわち生そのものです。夢はそれ自体独立して存在しません。夢見る人があって初めて成り立つのです。咲くべき時を知っていて、その時のために根をしっかりと生やしている木からは、たとえ咲いていない時でも最盛期の見事な花を感じ取ることができます。しかしそれは四季をわきまえ、自らを生かしきる、時を捉えている木に限られます。咲くべき時を知り、素晴らしい花を咲かせる木は、咲いていない時も人を感動させるということは、絶えず偉大な花を咲かせていることと同じなのです。ほとんどの人は花、自分の人生における幻想をいつも咲かせようとしますが、
いつも咲かせようと焦る人ほど、来たるべき時が来ても大きく花を咲かすことができないものです。咲くべき花、幻想を大きく咲かせるためには、何よりも自分が生きているという真実をしっかり下ろしていることが肝心です。いつか咲くものには必ず気が宿っています。咲くべき時に咲く木はいつも咲いているのと同じことです。だから少しも焦る必要はありません。自分を見つめ、根さえしっかりしていれば、咲くべき時を誤たず知ることができます。幻想と真実を見誤りさえしなければ、いつの日にか真実という根の上に大きな幻想の花が咲くのです。本能こそが知性を作る。誤解を恐れずに言えば、本能を強くすることが人生で成功する鍵なのです。本能という言葉は分かりやすいようでいて曖昧な要素もあり、なかなか正確な把握が難しい言葉です。従来、本能行動は単純で固定的な単なるパターンとしての行動であると考えられてきましたが、そうではないことが徐々に明らかにされてきたのです。本能とは、有機体である動物が不安定な環境の中で生き延びてゆくため、あくまで有機体として最適な対応ができるように進化の過程で生み出され、遺伝子として受け継がれるようになった行動形式なのです。人間は本能とは単純なものと思いがちですが、人間の複雑多岐にして高度な生命活動を大元で支えているのが本能であるということです。本能の強さは時として凶暴さとなって現れます。しかし生命の根本原理は何としてでも自分あるいは自分の属する種が生き残るということなのです。ホモ・サピエンスとしての人間がどんなに知的な社会を構築し、どんな高級な哲学を持っていても、人間が生物である以上、それらすべてのことはこの自分が生き残りたいという本能の大原則の上に乗っているのです。本能は生物を生かしている大元の原動力であり、生命エネルギーのエッセンスです。生きている人間は本能を肯定する以外にありません。細胞レベルで生きることに快感を感じている。つまり本能が発揮されているからこそ、私たちは生存していられるのです。言うまでもなく、ホモ・サピエンスである人間にとって、その最善の尊厳ある生き方とは共存することです。自分が生き残るためには、同時に他人も生き残れなくてはならないのです。自分がよりよく生き続けていくには他人が必要であり、他人との切磋琢磨を通しての競争が自分をより高めていくのだということを、人間は本能として細胞レベルの身体値で知っているのです。国が栄えるためにも一国だけの独裁国家になるより、複数の国家が競い合い共存した方が望ましいということは歴史の教えるところですが、生命エネルギーが不足したり、頭脳値の安易さに左右されたりすると、必ずしも最善の生き方が現れるとは限りません。これもまた霊言なる事実です。問題は、自らの本能をいかに共存共栄という本来の自然の摂理にのっとった方法で研ぎ澄ませていくか、そして洗練されていくかということなのです。このプロセスを実現するには、体が全面的に参加しなくてはなりません。頭だけで考えると、脳の作り出す欲望と体の持つ本能の区別がつかなくなる恐れがあるのです。角を貯めて牛を殺すという言葉が示すように、本能そのものを悪として抑圧することは本能を貯めることにつながり、それは自らを滅ぼすことにつながります。自らの本能をいかに大きなスケールで
知として育てていくかが問題なのです。身体知の目。さらに西の流呼吸法では最後の境地として心眼が働くようになります。心眼ができれば頭脳知に振り回されることなく、存在そのものの本質を見ることが可能となるのです。当然、良き死や良き人との出会いも自在となります。心眼とは、自然の摂理を通してあらゆる物事の真の姿を見ることができる身体知の目だと言えます。まずは自分を変えてみる。情報は社会の変化を刻々と伝えてくれます。けれど情報には人を変えるほどの力はないようです。現代人が自分の都合を主張し、自分の考え方や生き方をなかなか変えようとしないのは、表面的に情報のやり取りを行っているからではないでしょうか。言葉を交わしていても、もっと深いところで人間性の交流をしていないのです。言葉で人を変えるのは簡単ではありません。自分を変えることなく相手を変えようというのも無理なことです。何かがうまくいかないと思ったら、まず自分を変えてみることが必要です。対象との関わり方を変えてみることも考えるべきでしょう。それが人間の社会や仲間とのコミュニケーションではありませんか？ここでも呼吸法が生きてきます。言葉を超えたコミュニケーション。言語というのは人間が創造した素晴らしい意志の伝達手段です。しかし残念ながら人間は言葉によって本当の思いを遂げることはできません。話し合えばわかるというのは誤解であり、人間のおごりです。何万言を費やそうとも言語によって戦争や争いを防ぐことはできないのです。それは言葉をいくら尽くしたとしても脳によって理解され言語化された範囲のことしか伝えられないからです。生命にとって本質的なことはなかなか言語化できません。脳は人間の体の中で最も高度化された素晴らしい組織だと考えられていますが、脳を偏重しすぎると体を構成するすべての細胞の一つ一つが持っている純粋な感性を抑圧する結果を招きます。例えば何か不都合な現象に接したとき、脳はその現象を湾曲して自分に都合のいいように逃避してしまいます。話し合っている場合でも本当のことを喋っていない自分になかなか気づかないものです。けれども体は正直ですから、調子が悪ければ逃避することはできません。体が調子が悪いと訴えているのに、脳が仕事が忙しいから調子が悪いなどとは言っていられないと体の発する SOS を無視すると病気になったりするのです。言葉は嘘をつくけど体は嘘をつかないと古来言われていますが、まさにこれは知恵が生んだ表現です。言うならば真の客観性というのは本当は成立しないのです。全部脳が作り上げた主観のパラダイムの中に包摂されているのです。だが体こそはまさに客観的だと言えます。人間社会はコミュニケーションによって成立しています。けれども言葉を使ってのコミュニケーションにはどうしても限界があります。人間の脳は知っていることしか話せないからです。ではどうしたらいいのか。存在感にあふれエネルギーの出る体を持った者同士で言語化しないエネルギーを直接交流させればいいのです。気の交流こそ言語を超越したコミュニケーション、ノンバーバルコミュニケーションを可能にします。エネルギーのコミュニケーションができれば、その時初めて思いは遂げられます。
自分の本質から相手の本質に対して直接訴えかけ、働きかけることができるからです。今生きているという感覚を得るには、頭脳値ではない身体値を身につけることが必要です。身体値とは、人間の体にあるすべての細胞が持っている生きる知恵です。それは西の流呼吸法を実践するうちに培われてゆきます。今生きているということがすべてのリアリティの原点なのです。体が知的に生き生きと輝いていれば、あとは自然に楽しく様々なバーチャルリアリティを思う存分描くことができます。情報もバーチャルなんです。その情報に惑わされて、生きていることは情報の中で生きていると無意識に感じてしまうわけです。本当は情報なんか関係ないわけです。生きていること自体がありがたいわけです。生きていれば何でもできる。生きていれば夢を持つこともできるし、希望も持てます。生きているから、希望も持っているから、失敗もできます。人生、失敗だらけですが、それはいいんです。生きているから、失敗がいい経験だ。もう一度やってやろうかと思うわけです。頭で考えると、失敗した、深く反省だ、なんて思ってしまいます。反省している暇があったら行動することなんです。しゃあないじゃないですか。前に行きませんと。世間体をいつも感じているわけじゃないんだけど、世間体で生きているんです。世間体を気にしても誰も何もしてくれません。自分が何かをしてあげることを相手は喜んでくれるわけですよ。自分が何かをしてあげるだけのキャパシティ、エネルギーを持つことが生きることなんです。反対に人が何かをしてくれると思って、政治が変われば景気が良くなるなんて思っているでしょ。全然変わらないんですよ。世の中はすべて作り事です。生きていることしかないんですよ。